今回はかぎ針でニット帽を編みます。セリアでこちらの毛糸を購入しました。かぎ針8号で編みます。作り目は10号を使用します。幅28センチの編み地にするので、作り目を42目編みます。初心者の方は説明に作り目の編み方を貼り付けましたのでご参照ください。鎖42目編みました。かぎ針を10号から8号へ変えます。1段目、立ち上がり鎖1目編みます。そしたら鎖の裏側の山を拾って細編みを編みます。鎖の裏側のこのボコボコしたところに針を通して細編みを編んでいきます。端は立ち上がりなので、2目めから細編みをしていきます。立ち上がりの鎖目は目数には数えません。初心者の方は必ず目を数えながら編んでいってください。こちらの編み方も説明に貼り付けました。1段目の編み終わるところです。24目編み終えたら編み地をひっくり返して立ち上がり鎖1目編みます。奥の半目だけ拾って細編みを編んでいきます。半目拾って細編み、これをうね編みと言います。この、鎖になっている目2本拾うんじゃなくて、この半目だけを拾って編んでいきます。増減増し目も減らし目もなく、また42目編んでいきます。2段目の編み終わるところです。3段目以降も同様に立ち上がり鎖1目編んで、奥の半目だけ拾って細編みを編んでいきます。ずっと、増減なく42目で編んでいきます。表の段でも裏の段でも関係なくうね編みで42目編んでいきます。段の長さが図回りになるのでお好みの長さでお編みください。長さ48センチ編み上げてきました。48センチだと、男性でもかぶれるサイズになるので、女性の M サイズの場合はこれより5センチほど短く編んでください。糸のつなぎ目の、処理をします。かぎ針を使って編み地に、渡らせて処理します。
糸のつなぎ目は旗結びで結びました。 YouTube なんかにアップされてるので、そちらを見て、ください。もう片方も同様に処理します。少し、分かりますけど折り曲げてしまうので隠れてしまうので大丈夫です。そしたらスチームをかけてください。編み地が整います。こちら帽子の深さになります。下を折り曲げてこのように端を剥ぎ合わせて上を絞っていくんですけど、この最後に余った糸で両端を剥ぎ合わせていきます。引き抜き剥ぎで、剥ぎ合わせていきます。こちらは半目だけ拾うんじゃなくて、ちゃんと2本ずつ拾って引き抜いていきます。裏側を見て剥ぎ合わせているんですけど、18センチまでいったら表側から剥ぎ合わせていきます。18センチ編みました。あとの10センチはひっくり返して表を見て剥ぎ合わせていきます。最後のところまで来ました。最後剥ぎ終えたらそのまま糸を引き出します。そしたら、そのまま糸端を始末します。糸をカットして針をつけます。一目、針を通してから始末します。最後にてっぺんを絞ります。その前に編み始めの糸端を先ほどみたいに始末していきます。編み地の端に糸を通して絞れたらそれでいいんですけど、今回、編み地が厚くて、長さもあったためにちょっと絞りきれなかったので、ちょっと穴が開いてしまった形になったので、ちょっとこのやり方はやめて、今回は、
2段ごとに目を拾って2目一度に糸を引き出していきます。右端は、自分で糸を少し残してください。このように2段ごと目を拾って、2目一度に糸を引き出します。かぎ針が短いので5目ぐらい、引き出したら右端で、残した糸を針につけてこの目の中に針を通していきます。このように、少し絞りながらまた同様に繰り返していきます。最後まで、いったらあと2周ほど、その引き出した編み目に針を通していってください。ここ絞ったらボンボンとかつけると女性の場合は可愛くなると思います。通し終えたら裏側に針を出してまた糸を、ちょっと通して始末します。そしたら片方の糸端も同様に始末します。こちら側も少しまた糸を通したりするのでかなり強度が増すと思います。完成しました。